こんにちは。今日はメノルカ島に来ています。バルセロナから飛行機で1時間かからないくらいのところにあって、直行便がたくさん飛んでいて、ヨーロッパの方がリゾートに来ている人気の島なのですが、ここはマヨルカ島に比べればすっごくちっちゃくて人口も少なくて、調べたら9万人くらいしかいないんですよ。で、地球の歩き方ってガイドブック持ってきたんですけど、なんと1ページもというか1行も記載がなくて、この島のことは書いてありませんでした。ですから私もどこに行けばいいのか全然わからなくて、インターネットで探してもあんまり情報出てこなかったんですけども、今日は一日楽しく観光したいと思います。で、今はタクシーを呼んでるんですが、これからワイナリーに行っていいワイン出会えたらいいなって思っております。で、私自身があまりリゾートの海に行くのが特に好きじゃなくて、海の近くでお酒を飲むのは好きなんですけど、海に入って泳いだりマリンスポーツするのがあまり得意じゃないんですけども、実はこの島は本当は海がとても綺麗で、しかも素敵な海岸がたくさんあるそうなんですが、ちょっとね、この島のアクセス、島の中での移動手段がもうほとんどレンタカー、タクシーぐらいしかなくて、しかもそのレンタカーもですね、私は国際免許持ってないので、あと、タクシー移動かなって思ってるんですが、タクシーもですね、このホテルからレストラン、ホテルからそういう人が少ない海岸、海っていうのがだいたい30分40分って全部遠いので、今回の海は行かず厳選して街の方を観光したいなって思っております。では行ってきます。ホテルから車で約30分から40分ぐらいの距離にあるワイナリーに到着しました。こちらでワイナリーツアーとそしてランチをいただきたいと思います。ワインを作っております。そしてこちらでワインも購入できるのですが、奥のテラスでランチやディナーをいただくことができます。I will do it easy. Easy as I think it depends. Okay? All of them are Spanish ones. It's like this is a copage. Copage is when we met three.それでワインをオーダーしました。さっきのメニューリストからテイスティングのサイズと、そしてこのレギュラーと、であとはフルボトルと選べたんですが、いろんなものを少しずつ楽しみたいと思って、このテイスティングのサイズで注文しました。本当目の前のブドウ畑、素晴らしく美しいですし、すごくね、素敵なレストランです。こちらはランチとディナーが選べたのですが、ランチが絶対おすすめだと思いました。目の前のブドウ畑、やっぱり夜は真っ暗だと思うので、その景色が見えるランチに好きなワインをいただきながら、アラカルトで食事ができるっていうね、素晴らしいレストランなので、ぜひメナルカ島にお越しの際はもうここのワイナリーおすすめなので行ってみてほしいなって思っております。ロゼワインめちゃくちゃ美味しいです。とても大きいパエリアが来ました。せっかくなので赤ワイン頼んでみようと思います。食事を終えてビニベカという町に来ました。ここは白い町だそうで、町中が白い建物がいっぱいで、お茶をするとことかお土産屋さんとかいろいろあるそうです。来てみたらビーチが近いそうなので、ここから先多分砂浜になっていて泳げるところがありそうな感じです。では散策していきたいと思います。ビーチが近いので、こういったビーチサンダルとか T シャツとかちょっとしたワンピースとか地元のものが売ってあります。かわいい。やっぱりね、こうリゾート来たらこういうワンピース1枚で散歩したくなります。
かくいう私も今着ている服はスペインで買ったザラのワンピースを着ています。多分私が降ろしてもらったビーチはこの白い街から結構離れていて、この道沿いをずっと25分ぐらい歩いていくと多分その白い街に着けるかなと地図で見れば思っております。ガイドブックがないんでね、あとカタカナで検索しても地図が出ないのでどうやって行こうかなって結構迷いながら旅してるんですが、途中でアイスクリーム屋さんがあったのでこちらでアイスクリームを買って食べながら歩きたいと思います。ココナッツアイスクリームを注文しました。あ、もうすぐ溶けてきた。わあ、なんか行き当たりばったり感めちゃめちゃ旅感あります。メノルカ島って最初空港着いた時に思ったのが、マヨルカ島と違ってなんかね、石垣島とか宮古島っぽいなと思ったんですよ。ちょっとこう沖縄っぽくて、メノルカがやっぱ90万人ぐらい住んでるんで、奈良県のちょっと一回りちっちゃい版ぐらい結構大きな島なんですけど、ここって人口9万人ちょっとしかいなくて、しかもたくさんヤギを飼っててね、もうヤギの島みたいな感じなんですが、やっぱりこう適度な田舎感というか、沖縄の離島に来たような感じと、少しカラッとはしてるんですがちょっとね湿気もあるので、なんかその辺が沖縄っぽいなって思いました。探してた白い街に着きました。というか最初の場所だったみたいで、かなり歩いて30分ぐらいかけて離れてしまって、そして30分かけて戻ってきたのでとても暑いですが、街は綺麗です。2時間もロスして歩いてしまったので、ピニャコラーダを飲みながら休憩したいと思います。とても暑かったのですが、日陰に入ると涼しいです。移動してマオというところのスペイン広場にやってきました。ちょっと計画から1時間ちょっと遅れてしまったので、あと食事まで1時間となってしまいましたが、せっかくなのでこの辺りも散策したいと思います。でこちらに来るまでにさっきのところで、ピニャコラーダ飲んだ時にタクシーお願いしますということで、そしたら快くお店の方が呼んでくださったので、こういうね、なかなか自分でタクシー呼びづらい、そしてウーバーがない場所では一つの村でどっか一箇所最後お茶して、で次のとこ行く時に、タクシー呼んでもらうという方法がいいんじゃないかと思います。実際結構暑いので1時間も歩けばこの辺りはカフェだらけなので、お茶したくなるのでちょうどいいタイミングかなと思います。それでは行ってきます。この辺りが島の中心地で、空港から15分ぐらい、結構近いところにあります。さっきみたいな民芸品のお店とか、こういったちょこちょこお店はあるんですが、ほとんどがお土産屋さんとか、あと洋服屋さんですね。この島でさらっと1枚で着れそうなワンピースを置いてあるお店がたくさんあるようなイメージです。海を一望できるところを見つけました。綺麗ですね。そしてこの景色、やっぱヨーロッパの島ってこういう建物が可愛いんですよね。スペインの方はこうやってカフェでゆっくりくつろぐのが大好きだそうで、どこの街に行ってもこういったカフェがたくさんあります。この間のマヨルカ島もそうなんですが、スペインのこのお店とか街のところ、こうやって上にリボンみたいなこういうのがたくさんついてるんですよね。どういう意味かはちょっとわからないんですが、誰か詳しい人がいたらぜひコメント欄で教えてください。そうそう、実はマヨルカはこの靴が特産品なんです。マヨルカも実は特産品の靴があったんですが、メノルカとちょっと形が違うんです。あとお土産に私はどこの場所に行ってもマグネットを買うのですが、今回もメノルカ島でマグネットを探して何か買おうと思っています。この辺りはディオールの服を置いているセレクトショップがあったり、そしてこの向かいなんですけど、アップルの iPhone を置いているお店があったり、マオでもこの辺りは特に街中の中心地になっています。歩いてるとタクシー乗り場見つけました。よかった。なんかどっかレストラン入ろうかなって思ったんですけど、ずっとホコ天だったので呼べるお店がないなともちょっと心配してたんですが、
いや、さすが中心地でこれで時間通りレストランには間に合いそうです。景色が最高です。サンセットを眺めながらこちらで朝どれのシーフードをいただきたいと思います。魚推しのレストランとあってメニューが魚のことでいっぱいです。今回はロブスターをオーダーしました。島の名物の郷土料理でカルデルタでランゴスタというロブスターのブイヤベースがあると聞いていたので、どこかシーフードのお店に行った時はぜひ頼みたいなと思っていて注文しました。あと実はこちらメノルカ島はマヨネーズの発祥の地なんですよ。メノルカ島の首都であるマオンっていうのがなまっていって、マオンのソースって言ってるうちにマオンネーズっていう風になってマヨネーズに変化してアメリカやヨーロッパで日本などにもね伝わったということだそうです。はい、では今回の Vlog いかがだったでしょうか。メノルカ島、そしてねバルセロナ、マヨルカ島と3本続いていたのですが、本当ね地中海とても素晴らしくていいリゾートでした。ではまた次回の動画でもお会いしましょう。バイバーイ。